皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ロシアの機甲師団が全滅するかもしれない、そのぐらいのインパクトを持ってインターネット上で話題になっているアメリカの栄転攻撃機ウクライナへの供与という話題について取り上げようと思います。この動画においては、栄転がどのような攻撃か、そしてなぜそのように大きな話題になったのかについて解説するともに、では現実問題として栄転攻撃機が戦場で役に立つのかという現実問題についての解説も行っていこうと思います。それではまずはインターネット上でなぜ栄転攻撃機が話題になったのか、その発端から見ていきましょう。栄転攻撃機がアメリカから供与されるかもしれないという話の発端はアメリカの発表ではありません。イギリスのニュース専門チャンネルスカイニュースのセキュリティ&防衛部門担当者の方がツイッターでこのような発言を行いました。アメリカはウクライナに地上攻撃機 A-10 ウォートホッグを供与することを協議することに前向きであるとアメリカ空軍長官が述べた。フランク・ケンドールアメリカ空軍長官は、空軍がより近代的なプログラムに集中するために老朽化した戦闘機の若返りを図ることになるだろうと述べた。アメリカがウクライナに A-10 を供与する可能性はあるかと問われ、フランク・ケンドール空軍長官はウクライナの政権次第だと語っている。我々は彼らの要求が何であるか、そして我々がどのように彼らを満足させることができるか、彼らとの議論を受け入れるだろうと述べました。このようにアメリカの空軍長官が A-10 を供与することに対して後ろ向きではなくて前向きな発言をしたことから、ウクライナに A-10 が渡るかもしれないとしてインターネット上で話題になったのです。そしてこの A-10 攻撃機というのがどのような軍用機なのか説明を行っていきます。A-10 攻撃機は対地上攻撃に特化した戦闘機です。現在主流となっている戦闘機というのは、一つの戦闘機で様々な任務を果たすマルチロール機といったものが主流になっているわけですが、A-10 の場合だとそうした様々な用途ではなくて、あくまでも近場の敵に対する攻撃といったものを主任務としています。ですから、敵の攻撃に耐える頑丈さであったり、整備のしやすさであったり、高い高度ではなくて低い高度での高い運動性能を求められたりと、他の戦闘機とはかなり異なった性質を持っています。そしてこの戦闘機がインターネット上で話題になる理由というのが、開発当時の設計思想として東ヨーロッパでソ連軍の機甲師団と戦う際にこの攻撃機を使うということをある程度想定していました。そして実際にソ連軍と戦い伝説的なエースパイロットとなった人物が開発にも影響を与えたことから、今回 A-10 がアメリカから供与されロシア軍と戦うかもしれないということに一つのストーリーが生まれることとなっているのです。そしてこの開発に携わった人物というのがドイツ空軍の軍人ハンス・ウルリヒ・ルーデルです。第二次世界大戦当時、ドイツとソ連は激しい戦いを行っていました。この時ドイツ空軍のパイロットルーデルは一人のパイロットの戦果としては尋常ではない戦果を上げたことから伝説級の人物となっています。公式に認められている戦果は戦車519両、装甲車トラック800台以上、火砲150門以上、航空機9機など、まるでソ連軍の地上部隊を攻撃するために生まれてきたような戦果を上げている人物です。このような戦果を上げていることから、対地攻撃のスペシャリストとして A-10 開発に影響を与えることとなったのです。A-10 の開発当時というのは、ベトナム戦争とその戦訓をもとにして開発が進められている時期であり、まだまだ地上から対空ミサイルが飛んでくることを想定しているわけではありませんでした。ですから、頑丈な機体、装甲を施しているというのも別にミサイルの直撃に耐えられるといったわけではなく、対空機関砲をある程度耐えうる、そのような頑丈さというものを持ち合わせています。しかし、そのように対空機関砲にある程度耐える性能というのは、現代においては戦闘機の発達、そしてミサイルの発達によって地上からもまた空からも狙われ、ミサイルの直撃を受けてはとてもではないが戦えるものではありません。ですから A-10 は地上攻撃に特化しているというその性質から、現代においてはいつ退役してもおかしくないと言われ続けてきた攻撃機でもあるのです。
しかし、地上攻撃に特化しているというこの性質そのものについては、アメリカであれば運用が成り立つという特殊な事情があります。アメリカは常に地球で一番の軍事費を投入し続けられている最大の軍隊であり、その空軍力というのも明らかに抜きんでたものです。ですから、制空権を維持する、航空優勢を維持するといったその能力の高さは比類ないものであり、A10が活躍する場というのを作ることができるわけです。例えば、地上から狙われる可能性があるのであれば、アメリカ軍の場合であれば、雨のようにミサイルを降らして、レーダーも対空兵器も全て潰した後に、残敵を掃討する目的で A10 が投入されるといったことも起こり得るわけです。ですから A10 というのはアメリカであればこそ役立つ兵器として考えられています。では、このことを前提として、じゃあ現実問題としてウクライナに A10 が供与されて果たして活躍できるのかについて解説を行っておきましょう。現在のところウクライナの戦場においてはロシア軍であろうともウクライナ軍であろうとも双方ともに対空レーダー対空ミサイルの網がかぶっている状態であり、決して自由に活動できるわけではありません。ですから両軍ともにスフォイ25という古い攻撃機を利用して、しかもそれらが低空飛行してミサイルを撃っては離脱するというような戦い方をしています。このような攻撃機の運用方法であれば A10 も同じような攻撃ができるわけですから、 A10 を持ってきても全く役に立たないなどということはありえません。ただし A10 の最も特徴的な装備というのは 30mm 機関砲です。これは対空兵器が発達していない時代であれば、まさに空から戦車を次々と撃破できる恐ろしい兵器です。しかしこれを現代で活用しようと思えば、敵陣に突っ込んでいって機関を撃ちまくらなければならないわけですから、結構厳しい戦いとなるでしょう。ですから現実問題として A10 が活躍するための前提条件を満たす必要があります。それはロシア軍のレーダーを潰すことです。そのための地ならしとして考えられるのが、以前私が皆さんにご紹介したアメリカの議会において現在 F15、F16 の訓練プログラムをウクライナ軍に提供する予算が今アメリカの議会で審議されているという話です。A10 は攻撃機としてまさに地上攻撃に特化しているわけですが、 F16 というのは様々な用途に使うことができます。その中においてもどのような武装を持たせるかというのは一つ重要で、この中においてもロシア軍の兵器を無力化するための非常に有効な武器があります。それは対レーダーミサイルです。対レーダーミサイルというのは対空レーダーに対して非常に特化した攻撃能力を持っています。レーダーというのは電波を発しているものですから、その電波の発信源をたどる形でミサイルを撃ち込むというわけです。対空ミサイルというのはレーダーの能力がなければ基本的には敵を狙うことができないわけですから、対レーダーミサイルを F16 に装備した状態でウクライナの戦線に投入すれば、ロシア軍の対空兵器をかなり無力化することができるわけです。そのようにしてロシア軍のレーダーを無力化することができれば、航空優勢はウクライナ側に傾くこととなり、これに伴って地上攻撃も非常にしやすくなります。ですから順番論として F16 に対レーダーミサイルを搭載してその戦闘機をどんどんと投入すれば、それによって A10 の活躍範囲というのも広がることとなります。ですから今回の話というのは A10 をいきなり渡したとしてもそれは全然活躍できないし、 A10 がどんどん撃墜されるという悲しいニュースになってしまうかもしれません。しかし先行している F16 に対レーダーミサイルを搭載させてロシア軍の対空レーダー網を破壊することができれば、その後に A10 がやってきた時にはまさにロシア軍の地上部隊を恐ろしい銃弾の雨が襲うこととなるわけです。その時にはまさに A10 は自分の生まれてきた理由、ロシア軍戦車を血祭りに上げるという生まれてきた理由そのものについて達成することとなります。というわけで今回の動画は A10 がなぜウクライナに供与されるという話がインターネット上で話題になったのか、その理由というのが、そもそも A10 が開発された理由というのがソ連軍の機甲師団を迎え撃つための攻撃機として生まれ、米ソ冷戦が終わってまさにこのまま退役するかもしれないと言われていたものが、ここに来てついにその生まれてきた理由というものを果たすことができるかもしれないというストーリー性にあるというお話でした。そしてこのようなストーリーだけではなく、現実に戦場で役立てようと思えば F16 を活用するという案が非常に有効だということを皆さんにお知らせしました。もしもインターネット上で A10 を供与しても全くに役に立たないという人がいたのを見かけたとすれば、
心の中でもいいですから、兵器というのは使いようによって全く効果が変わってくるんだよ。例えば F16 によってロシア軍を大打撃を与えれば A 点だってものすごい活躍をすることができるんだという話を思い出してみてください。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。